Do you believe in magic? タラマタ学校英語教師ののぴちるーぷです。Hello, hello. What? Wait, why am I hearing my own self? Hold on, what the heck? これどっから待って。これどっから来てんの？これか！ここか！Okay, I figured it out. I was hearing my own self. 自分の声が聞こえて鳴ってたけど、どこから来てんのか分かんなかったけど、分かった。Okay, okay. Alright. We are starting. Yay. このび、hello, welcome. いや、今日はですね、ツイッターをやってる方は見てくれたら分かると思うんですが、ツイッターね、プレミアムに入りまして、プレミアムになるとツイッターでも配信ができるようになるんですよ。なので、今日は YouTube と Twitter での同時配信してみてます。So instead of Twitch, I'm doing Twitter streaming. So I don't know if that's gonna do anything, but yeah, wait, hold on. Let me put my stream link in here. Maybe it'll help. Streaming here. ここね。リンクいけないんだ。Let's do link in bio. Link in bio. チャンネルリンクはプロフィールから。Okay. Alright. Oh no, you're one of those recent bots. I know. I was gonna be like link in bio with the little squares in between. はて、ツイッターとは X のことか。のぴはもうツイッターって呼んでます。のぴはもうツイッターって何っていう人が出てくるまでツイッターって言い続けます。で、なんか、どっかに書くときに、なんか、X かっこツイッターみたいな。っていう書き方ならするけど、X だけっていう呼び方は多分、一生しないんじゃね？ Yeah, I refuse to call it as only X. I will call it as Twitter until someone tells me, what is Twitter? Like, genuinely. Like, they genuinely don't know what Twitter is. Anyways, alright, じゃあやっていきましょうか。今日は、夏目さんちの英語に翻訳されてる動画のタイトルの添削をします。So today we are fixing 夏目さんち's translated video titles ですね。で、これはちゃんと夏目さんちからの許可をいただいているので、許可はいただいてない方はこういうことはあんまりしないように気をつけてください。これはね、やっぱり娘であるのっぴが持てる特権でありますのでちょっと調子に乗ってます。はい。待ってね。はい。あんまりでもなんか、初めてだからこういう企画、どういう流れでやるかちょっとあんまり、こうまとめられずに準備しちゃったので、we'll see how it goes. Hello, のぴ先生。Hello, welcome. We are doing something new today, so we'll see how this goes. I don't know. It might be really boring, like just purely educational, or it might be interesting. I don't know. もしかしたらね、普通になんかただの勉強っぽくなってつまんないかもしれないし、へーみたいなこともあるかもしれないけど、ちょっとやっていきます。このね、企画の
この企画が思いついたのが、年末に、夏目さん家のお家に遊びに行った時に、どうしてこうなったんだっけな。多分なんかゲンさんが夏目さん家のメインチャンネルの動画タイトル英語に翻訳してるんですよね、みたいな話してて、でもなんか、全部業者さんに頼んでんのか、YouTube の自動翻訳使ってんのか、ちょっとそれはちゃんと聞けなかったんだけど、なんかおかしいよね、みたいなの言われて、あ、そうですね、ちょっとのびだったらこんな書き方しないのにな、みたいなのはちょくちょく見ますね、とかって言ってて、で、そしたらのびが、じゃあそれを配信のネタにしたら一石二鳥じゃないですかみたいな。言って、そうだね、あはは、みたいな。で、この前のワンピースの、名台詞コラボの時にも軽くその話が出てきたんだけど、で、コラボの後に、ゲンさんに、なんか本当にやっていいですかって言ったら、いいですよって言ってくれたから、やることになりましたね。このピーハ、welcome, welcome. It's funny to laugh at some mistranslated video titles too. Right, yeah. Maybe we should use some based English? Like based English? Okay, I will have to rely on you guys for that based English because I'm not very cultured with like internet. I'm not like very cultured with Western internet stuff. Like I only know the basic. I feel like. Also, I don't interact with like Western internet culture as much because I'm always on the Japanese side so much. But yeah. これはパパからの受注と言っても過言ではないかもしれない。確かに。そう。なので、あんまり長くなるのもあれかなと思ったので、とりあえず10本用意して、1時間半。長くて1時間半かなって思ってます。Wait, it means Nopi, are you not Ryan Gosling? Wait, why Ryan Gosling? なんで Ryan Gosling? これから出る夏目さんち翻訳のピ先生監修になるのかな。それはならないと思うな。それはぶっちゃけならんと思うよ。いろんな理由でね。よし、じゃあ、ちょっと行きましょうか。10本全部やるかわかんない。1時間半超えたら10本を全部やらないと思うけど、とりあえず10本用意しました。じゃあ1本目見てみましょう。これですね。日本語の動画が、10日間、絵師夫婦が娘のために1日1ページ交換絵本を書き続けたら、ガチの問題作生まれてしまいました。ですね。じゃあ、夏目さんちの動画だけじゃないんだけど、YouTube の動画って翻訳しづらいんですよ、すごく。その理由を教えます。のぴ先生、お疲れ、のぴ先生もチーナツ違いますよ。なんで大変かっていうのを教えます。これ、DeepL っていうソフトなんですけど、ちょっと待ってね。チャット GPT の次に優秀な翻訳ソフトと言ってもいいかなと思うんだけど、チャット GPT はちょっと、なんか AI だから使いたくないみたいな人がいると思ったから、まだ手軽に使えるDeepL を使います。なので、Google 翻訳とかを使うよりも、DeepL をおすすめします。で、これを DeepL にそのまんま入れると、For 10 days, an artist and his wife continued to draw a page a day, exchanged picture book for their daughter, and ended up creating a seriously problematic work. とりあえずクソ長いですね。もともと長いのが、さらに1行増えてクソ長いし、日本語ではなんか、いい感じにまとまってるんだけど、英語になると、作文書いてるのみたいな、なるんだよね。一回試しにこれ戻したらどうなんだろう。で、この、翻訳されたやつを日本語にするとこんな感じになってる。
ある画家とその妻は10日間娘のために1日1ページの交換絵本を書き続け、深刻な問題作を作り上げることになった。まあ悪くはないね。でもなんかめちゃくちゃ硬いね。まあこういうニュアンスになってしまうってことですね。ざっくり言うと。なのでまあだからやっぱ翻訳って難しいんだよね。まだ正直こういう AI とか DeepL とかはまあ 100% 頼ってはいけませんってことですね。合ってるけど違うでしょ。やっぱ YouTube のタイトルってなったらやっぱ面白性が欠けるし、なんか違うしっていうので、なので多分そういう理由もあって、まあその夏目さん家が利用してる業者さんも大変だし、あと業者さん使ってない時の YouTube のその翻訳機能もまあめちゃくちゃ大変っていうことですね。なので今日はこの DeepL はそんなに使いません。DeepL はなんかちょっと助けてみたいな時に使いますので、基本的には自力にやっていきたいと思います。自力プラスこれはねGoogle ドックっていう Google のなんかマイクロソフトワードみたいなやつを使ってるんだけど、それに入ってる編集機能とかを使って文法のチェックとかも一緒にしてもらいながらやっていきます。はい。なのでまあ一回これ書き出してみようか。I draws a picture book for my daughter.This is a masterpiece って感じですね。DeepL is good, but it can be too literal. Yeah, right? It's good, but for like situations like this, for like a YouTube title, which really needs that like human-esque part, it really lacks in that. この文章を見て、まず文法的にもう一個間違ってることがあるんだけど、気がついた人いるかな。ここの最初のここなんですけど、ちなみにいるかな。結構一発からすぐ見て間違ってる文法的にあるんだよね。なんか今日ラグくね？ちょっと待って、今日ラグくない？そんなことない？S かなあ、very good! Yes! Very good! スミニアさん合ってます。そうですね。ここですね。この I draws の S ですね。ここは、文法だとなんだ？私は書きますみたいな言い方になっちゃうのかな。私は娘に書きますみたいな。書きましたとかの方がいいのに、ここは書きますみたいな言い方になっちゃってるから、過去なんとか現在進行形みたいなのが間違ってますね。日本語での文法の言葉がわかんないんだけど。なので、まあ、これだけこの英文をそのまんま直すってなったら、I drew a picture book for my daughter. This is a masterpiece の方がいいってことですね。はい。こんなピ。でも、これも、まあ、のぴ的に採点すると多分、まあ悪くはないけど、it could be better. Question, should it be we in this case? Yes, exactly. I was gonna go to that. Yes. I was just seeing how I could keep the edits for this original translation to a minimum, but we're gonna change a lot now. なので、ここからはもう結構最初から書いてきます。なので、日本語のタイトルを見ると10日間、絵師夫婦が娘のために1日1ページ交換絵本を書き続けたらガチの問題作生まれてしまいました。なので、これを全部はちょっとやったら長いので、また、あと YouTube って英語のタイトルって100文字までなんだよね。だからできるだけ今日もその100文字以内に収めたいと思います。
なので、それを考えるとここに書いてあること全部は使えないんだよね。日本語の文字数って英語の文字数確か英語の方が少ないんだよね。だから、一番重要なとこだけ取ってきますね。そう、絵師夫婦ってところがあるので、とりあえずそこ We でいいと思います。ペドロが言ってくれた We、私たち。サムネもね、ゲンさん、サヤさん2人写ってるので、なおさら We、夫婦、2人の話なので We から始めます。So we drew ここまでかな We drew a picture book for my daughter これはこんな感じです。始めてもいいかな We drew a picture book 日本語だとガチの問題作なんだよね。でも英語だとなぜかマスターピースにしてたんだよね。なんでだろうで今日は日本語の元を取ります。なのでマスターピースは傑作とかって意味なんだけど、日本語だと問題作じゃん。だからなんでそれ変えたのかちょっとわかんないんだけど、日本語の元にしますね。It was a disaster とかかな。disaster 問題作って英語でなんて言えばいいかな一番。そう、disaster災害とは言わないよな。disaster でいいと思う。あれはある意味傑作でしたね。確かに可愛いお話だったね。夏目さんらしい。So we drew a picture book for my daughter. It was a disaster. で、これだけだと何文字だろう。Let's see how many. Where's that word count? Word count. 51。これで、違うな。これで、56か。こんなことできんの？どこにできんの？ここにできんの？すごい。すごい。でもどれがどれかわかんないよ。I think it's 56 letters? だからもうちょっと増やしてもいいんだけど、10日間とか絵師夫婦入れるかな。We drew a picture book for my daughter. It was we can say like we spent 10 days. But I feel like we want 最初に一番重要なこと入れときたいからな。それ入れたらちょっと余計かもな。We drew a picture book. It was a disaster. So was it a masterpiece or a disaster after all? I think it was a disaster. At least it said in Japanese. 問題作って書いてあったからね。日本語では。これでいいか。で、よく海外の YouTuber さんとかがよくやるのは、タイトルの中のキーワードを全部大文字にする。なので例えば We drew a ここ maybe here picture book for my daughter. It was a disaster. みたいなかな。先方短い方がいいらしいからね。なのでこれでいきましょう。これでいいんじゃないかな。ちょっとだけ変わりましたね。すっごくめちゃくちゃ変わったわけじゃないけど、これの方がなんか海外の YouTuber っぽい雰囲気が出たのかなと思いますなのでこれは割と簡単なタイトルだったかな多分。なのでじゃあ次ちょっと行ってみましょうか。そもそも全単語の頭文字を大文字にするのはなぜなんでしょう。それはね本とかのタイトルとかの時にそれぞれの単語の頭文字を大文字にするんだけど、なんかいろんなスタイルがあるんだよね。例えば全部じゃなくて A とか for とか例えば We drew a picture book
for is capitalized, I think. For my daughter, it was a disaster. こうやって大文字にしない書き方もあるんだよ。でもなんかちょっと調べた感じ、大文字にした方が YouTube の動画的にはなんか目に留まりやすい。ちょっとなんか強調してるからよりそっちでやってんじゃないのかみたいな。でも本とか映画とかのタイトルとかは基本大文字にするから、そこをベースに YouTuber さんはやってんじゃないかなと思います。I think. Yeah. Okay. Well, anyways, let's go to the next one. じゃあ次行きましょうか。じゃあ次。次はアラサーの青春 3DS のうごめも使ってガチでお絵かきしてみた結果、アニメですね。これ英語だと It was amazing when I drew an anime masterpiece with Flipnote Studio。 この Flipnote Studio がうごめもの英語訳ですね。もう一回試しに、これアラサーとかなんてね入ってないからこんな感じになりますね。あ、DeepL アラサーのとこ消しとるやん。なんで DeepL just deleted the entire アラサー part. Why? I wonder if it just gave up. わかんねえから消してやれみたいな感じだったのかな。なんかたまにそれするんだよね DeepL。なんか理由よくわからずになんか消すんだよね。たまに。もうギブアップしちゃう。まあとりあえずこれこんな戻してみたら、3DS の画面まで絵を描いてみたか。まあ、これはアラサーのところ以外は結構シンプルだからやりやすいのかな。One of the worst features, sometimes it just cuts off sentences. I wonder if there's like a reason for it. めんどくさかったのかな。まあアラサーが日本語特有、確かに。でもじゃあここにアラサー待って感じアラサーそしたら出てくるんだよちゃんと around 30って。これなんで消したのかがよくわからない。まあちょっと見てみましょう。じゃあこれをじゃあこれはもう最初からやりましょう。3DS のうごめも使ってガチでお絵かきしてみた結果、ここはまた Wii から始めましょうか。We drew on or we drew with we drew with the 3DS's? Do they do that? So I like doing it. No, that doesn't work. We drew with the we drew. あ、アニメを描いたのか。そっか。アニメ動かしてみたのか。そっか。こんのぴこんのぴ。We can say we drew an anime using the 3D the Flipnote Studio on 3DS かな。3DS we drew or we made かここは we don't say we drew an anime, we made an anime. We made an anime
using the Flipnote Studio on 3DS, maybe? How does that sound? English speakers in chat, let me know if I sound. When I keep on switching between the two languages, my head gets really messed up. 日本語と英語をね、両方ね、やってるときってね、日本語も英語もよくわかんなくなっちゃう。They like the word masterpiece a lot. They do. They do. これでいいかな？多分ね、短い方がいいんだ。英語って日本語よりも、確か昔の配信でどっか行ったことあると思うけど、英語の方が日本語よりもすごく直接的で、ズバッと言うんだよね。で、日本語の方が、ちょっとだけ、なんだろう、ディテールを多くしたい言語とか文化なのかわかんないけど、ちょっとだけ、悪く言うと周りくどくなっちゃうんだよね、こういう時に。でもこういうタイトルとかになると、もっと直接的にした方が、とりあえず、英語圏の人には伝わりやすいのかなと思います。なので、短くシンプルでいきます。なので、そうなるとこんな感じかな。We made an anime using the Flipnote Studio on 3DS。結構シンプルだけどね。日本語にすると、3DS のうごめもスタジオを使ってアニメを作りましたってことですね。日本語も英語もわかんなくなっちゃダメじゃん。いや、しょうがないんだよ。それバイリンガルあるあるなんだよ。日本語は周りくどいとかよく聞きますね。そうね。なんか多分、なんだろう、詳細をすごく細かく説明したい文化なのかな、多分。そう。だから英語とかを喋ってるときは、できるだけシンプルにした方が伝わりやすいかなと思います。なのでこれでいきましょう。So we made an anime using the Flipnote Studio on 3DS. はい。そう、Flipnote Studio がうごめものことらしいです。これが英語の正式名みたい。3DS、任天堂さんから出てる。そう。なのでこうなります。だからこれでね、つけてもいい。これつけてもいいけどね。タイトルってわかるように。We made an anime. それか、we can also do like, we animated. Oh, but they drew and animated. ダメだな。うごめもで書いたし動かし両方したからね。いや、やっぱ一番これがいいな。これ以外だと結構ね、長くタラタラ言っちゃうから。あ、ラッティさん、ありがとうございます。日本語の YouTube タイトルとかって目を引くためにいろいろと試行錯誤している印象があるけど、英語系の場合はストレートなタイトルが多いってことかな。ちゃんと試行錯誤してると思うんだけど、わかりやすくてシンプルでダイレクトで、なんか、その中でも、こう、すごい目に留まる言葉とか、大文字にしたりとか、ちょっと変わった言葉を使ったりとかなのかなと思います。ってことだと思います。だから一応ね、のびもね、配信前に、英語圏の人が、なんか、いい YouTube タイトルの作り方みたいな動画見たんだけど、なんか、あんまり夏目さんちの動画には当てはまらない感じだったから、ちょっと使いにくいなって思ったんだけど、その人の動画はなんか何かを教える教育チャンネルみたいな向けのコツがいっぱいで、なんか違うなと思いながら時間がなくなっちゃったからだったんだけど、って感じですかね。でも一応ちゃんと英語圏の人もすごく試行錯誤してるらしい。でもその中でもやっぱシンプルにダイレクトでなんか読んでパッと分かって興味を持つ書き方なんじゃないかな。とりあえず次行きましょうか。で、次。これですね。コンビニに売ってるものだけでお絵描きします。ただし文房具は禁止。So, I draw using only things I bought at Japanese convenience stores. これはね、ちょっとね、文法がそもそも元のやつちょっと微妙ですね。これはね、これもね、文法は間違ってないんだけど、ネイティブの方が書いてないなっていう感じではあったよね。これは I draw using only things。これは普通に文法も間違ってます。なのでこれも最初からちょっと1から書いていきましょうか。
Nopi deep. Oh, whoopsies. ははははは。Sorry. Sorry. もう一回いきますね。次この動画やります。コンビニに売ってるものだけでお絵かきします。ただし文房具は禁止。So we're gonna do this one. でさ、今言ってたのが、この英語タイトル I draw using only things I bought at Japanese convenience stores. これは、もうそもそも文法が間違ってます。で、さっきのも、文法、これは間違ってない、間違ってないって言っていいんだけど、ちょっと書き方が、合ってない。ちょっと、awkward。不自然ですね。なので、こっち。で、コンビニのやっていきましょう。この動画選んだ時悩んだんだよね。コンビニって言葉。このコンビニと、英語にすると convenience store になるんだけど、日本のコンビニってもう結構いろんな人に世界中で有名になってるから、I don't know if it's K or C? コンビニ K かなコンビニでもこういう言い方でね、されるようになってるんだよ。でもそれが、なんかまだそれ一部の人なのか一部の人じゃないのか、ちょっと悩んで、でもコンビニって書くとめちゃくちゃ文字数が少なくなるから、便利だなって思いながら、でもちょっとコンビニエンスストアで行こうかなと思います。そう、コンビニっていう言い方が、そもそも結構ね、浸透し始めてると思う。Right? I feel like you see the word コンビニ in English. In like videos and stuff. But I don't know if it's like as well known as I think it is. Maybe it's only really for like otaku people or something. オタクとかね、日本の文化に興味ある人ないだけなのかもしれないけど、まだ。わかんない。Hello, hello, welcome, welcome. やっぱり日本のコンビニは最高だぜ。いや、本当にそれ。本当にそれ。マジで。コンビニコンビニ欲しい。昨日か一昨日も、のぴの、ちょっと久しぶりにオフィスに出勤しなきゃダメで、同僚の子たちと一緒に日本の話してて、なんでアメリカにもセブンイレブンあるのに、なんで日本とセブンイレブンってこんなに違うんだろう。少しでもいいから寄せてほしいよねって日本のに。っていうね、話をしました。まあじゃあちょっと行きましょうか。これは、じゃあコンビニに売ってるものだけでお絵かきします。これ結構シンプルかもしれない。Soじゃあ、drawing。今回はじゃあ we とか I とかじゃなくて、それなしでいきます。drawing only with items bought at a convenience store. Drawing only with items bought at a convenience store? At a convenience store. At a convenience store. Wait, why does that sound weird? With only convenience store products? Is that better? Hold on. I feel like I'm getting pulled by the original English. Drawing only with convenience. Wait, I can't spell. Convenience store products. I think I like yours better. Products. Thank you. Yeah, both versions sound 難しい。なんかわかんなくなっちゃう。なんかね、これもバイリンガルあるだと思うんだけど、添削の難しいところって間違えてる文章に引っ張られがちなんだよね。だから何が合ってるのかが分かんなくなっちゃうの。Isn't that like a common thing? I feel like it's common. Like you get pulled by the wrong version and you don't know what's right anymore. Drawing only with convenience store. Drawing only with convenience store bought products? Is that? I was gonna think about putting Japanese. 日本は確かに入れたいんだよね。これが結構キーワードになると思うから。まだのぴちゃんを雇おう。
雇ってもらえるように頑張ります。あ、ちなみに、夏目さんちから、業者さんが AI 翻訳してるらしいです。これがね、だから、ディーペルみたいなってことだね。きっとね、ディーペルみたいな感じだから、やっぱり、夏目さんちの、まあ、タイトルだけじゃないけど、日本語は普通にね、英語にするのが大変な言語だから、ちょっと変な翻訳になっちゃったりするんだろうね。どうしようかな。何がいいかな。Drawing only with Japanese convenience store bought products. Or drawing only with Japanese convenience store products. bought はいらないかもな。長いな。この Japanese convenience store が長いんだよね。これが長いことによってなんかよくわかんなくなっちゃうんだよね。ここをコンビニにしたいよね。Drawing only with Japanese convenience store products. Except for art supplies.またね、文房具が英語に翻訳するのって微妙に難しいんだよね。Store bought is fine, but convenience store bought sounds wrong, right? ね、それが変なんだよね。あえてコンビニにするか？コンビニが伝わんなかったら結構痛いんだよ、でもそこが。あ、天道こそらさん、メンバーシップ5ヶ月やったこんなピです。韓国語も変な翻訳されたりしました。あ、そうなんだ。韓国語って結構日本語と、まあ、英語よりは近いんじゃないかなっていうイメージなんだけど、やっぱ難しいんだね。コンビニエンスは略語はないの。そう、ないの。BTW とか ASAP ないんだよ。ないんです。そういうのないの。あったらいいのにね。まあ、日本ほどやっぱりコンビニって、まあ、アメリカでは少なくともそんなに、頻繁に使われるものじゃないから、まあ、頻繁に使う人もいるかもしれないけど、日本みたいな便利さがないから違うんだと思う。Except for art supplies. So when you translate 文房具ってね、翻訳すると、stationary になるんだよ。でも stationary って、ペンとか鉛筆とかだけじゃなくて紙とかも含まれちゃうんだよ。文房具って、ノピのイメージって、なんか鉛筆とか消しゴムとか書くものだけの限定なイメージなんだけど、合ってるそれ。日本語の理解、ちゃんと合ってるそれ。こんなピです、こんなピ。I don't know this word. How about store not art products? You're confusing me. イメージ合ってる？本当に？だからステーショナリーだけじゃダメなんだよ。だからで画材入れても画材よくね、夏目さんちの動画を見始めたから画材って言葉を学んだ。で画材を入れると art supplies とか art materials ここにもあるねっていうなるんだけど、だから art supplies が一番いいのかなと思うんだよね。こんにちは。ノートやメモ帳も文房具に含まれると思います。そうなの？そうなの？ノートやメモとかも含むと思ってた。そうなの？含むの？じゃあ合ってるわ。じゃあ、except for stationery? でもな、この場合はやっぱWait, what did I say earlier? 今、もう1秒前にあったこと忘れちゃったんだけど。喋りながらやるのむず。art supplies か。art supplies と、stationery, stationery, except for むずっ。書くものは筆記用具。でも夏目さんちの場合画材だよね、多分。筆記用具じゃない、筆記じゃないからね、多分。だって筆記用具はそうだよね、筆記用具は書くだけか。字を書くみたいなんでしょ。夏目さんちの場合ってさ、絵の具とかも入ってるわけじゃん。
だから違うんじゃないのと思ってたんだけど。でも難しい。日本語がまず難しいね。じゃあ、art supplies にしとこう。The drawing with only Japanese convenience store products, office supplies does office supplies sound more natural than art supplies? 配信初参加です。いつもショートメインで見てます。ありがとうございます。ショートメインで見てくれてありがとうございます。全然ね、アーカイブ勢の方も、ショート勢の方も、動画勢の方も皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。どうしよう、迷うな。でもこれ、とりあえずこの感じにしといて、このやつだったら、drawing only とかをね、強調するの。only with それとも drawing only ここじゃないわ。only じゃなくて only with Japanese convenient why is it so hard to spell this? Convenience store. Drawing only with Japanese convenience store products. Wait, does that look fun? I feel like people also do like こことかも強調するイメージ。ディーペル出てる。ごめんごめんむずっ。待って、OPS もちゃんと見るね。ちゃんと見るね。ごめん。ごめん。ごめんなさい。The drawing only with Japanese convenience store products. Or it should be drawing only with Japanese convenience store products.Drawing with only Japanese oh no, it's not convenience store. ここじゃないな。やっぱり only だな。Drawing ここな気がする。Drawing only こんにちは。今日いっぱい初見さん来てるってことはあれだな。ママがなんかしてくれてるんだな、こりゃ。やっぱりリツイートしていただいてる。ありがとうございます。皆さんいらっしゃい。Drawing only with Japanese convenience store products except for art supplies. こんな感じかな？これでいいんじゃないかな？これにしましょう。注意、こういうポンものぴ先生の配信の醍醐味です。ありがとうございます。How about but not art supplies? Oh, does that sound more natural? Hold on.Drawing only with Japanese convenience store products, but not art supplies. Except for art supplies. But not for art supplies. Except for art supplies. どっちがいいかな？But not for...But not, for じゃないか。But not art supplies. Except... 迷う I feel like both work. How about... But not... Drawing only with Japanese convenience store products, but not... I feel like I like except... この... If we do but not...We could emphasize the not. ちょっと書いてみようか。これを、but not art supplies. こういうことか。Drawing only with Japanese convenience store products, but not art supplies.Lengthwise is the same. 長さはそんなに変わんないね。なんなら、but not のがちょっと短くなるね。Drawing only with Japanese convenience store products, but not except. I think I like except a little bit more. Cause I don't know. I feel like it excludes the stuff that's bought here. So we're gonna go with this one. But thank you for the suggestion.I feel like I always end up using the word except, so that's a good way. That's a good addition. 多
正しいのに、でも except も正しいっていう意味だよ、確か。違う？ Hold on。ほら、except も正しいっていう意味だよ。で、but も、but はしかしか。しかし。だから except の方がもしかしたらもっと直訳に近かったかもしれない。こんなピーです。じゃあこれに決定しましょう。英語の勉強しなくちゃ。いや、ぜひぜひ英語の勉強この機会で。何が違うの？しかしとただしで違うでしょ。やいやさんもギフトありがとうございます。ギフト当たった方もおめでとうございます。わかん。except for で謎の理解。あ、そっか、for があったか。ちょっと for だったら。except for？ でもただし、except for もただしだよ。他には however, but, provided. So, but could also mean ただしか。やっぱりね、文章によって違うっていうのもあるよね。でも、のぴの解釈だと、この場合はただしかな。except は何々を除くって意味だからただし。そう。そういうニュアンスも、そう、何かを除く。There are a lot of alternatives like besides, apart from. 確かに、いや、besides とか apart from とかもね、同じような意味ですね。なので、どれがいいかは、多分、正直どれでもいいんだよ。意味はあんまり変わんないから。でも、また YouTube のタイトル用って考えると、一番シンプルな言葉と、のぴの個人的な解釈だけど、これとかは、except と比べて、ちょっと頭いい人が使ってそう。そんな変わんないんだよ。ただなんか例えばなんか新聞とかに使われてそう。新聞だったり小説とか。で、except の方がなんかもっと話し言葉に使われてる。だから YouTube のタイトルは多分話し言葉寄りにした方が、まあチャンネルによるけども、夏目さんちのチャンネルとか、わりかしフレンドリーな感じのチャンネルでしょ。だから多分、イメージ的には、話し言葉寄りにした方がいいかなと思います。そう、硬いっていうほどではないかな。なんか、そう、硬いは違うんだけど、敬語ではないんだよ。敬語まではいかないんだけど、ちょっとだけなんか、ちょっとだけなんだろう。It's hard to explain. なんか、硬いまではいかないんだよな。まあ、とりあえず、硬いっていう認識がそんなにないからさ、日本語、英語だと。だから、そういうのがあるんだよね。まあ、硬いまではいかないけど、まあ、硬いみたいな感じ。まあ、日本のその、硬いの認識とはちょっと違う気がするんだよね。説明難しいな。ビジネス的なニュアンス、ビジネスだったり、なんか公式みたいな。なんか公式の人が使えそうな、喋り方でもそうなると日本語だとさ、敬語みたいな感じだよね。It's such a small thing that you kind of feel with your language intuition over the years hard to explain, right? そう、難しいんだよ、やっぱり説明が。敬語って、敬語と、タメ口とか、そういう違いとかじゃないの。多分、一番近いのは、敬語の上の、例えば、敬語の上にあるでしょ、もう一個。ニュアンス的に。例えばなんか、上司に使う日本語と、会社の社長に使う日本語って多分若干違うくない？多分。違くない？もう、敬語とか謙遜語とかのレベルじゃなくてなんか、対応の仕方も違うじゃん。レベル1、2、3みたいな感じでさ、それぐらいの違いかな。なんか、上司と社長みたいな。でもなんかそれって丁寧語と謙遜語の違いとかじゃなくない？なんか、わかる？違うよね。そういう雰囲気かなっていう風に思う、のっぴは、個人的に。それが一番のっぴ的に正確な説明かな。そう。敬語レベル1、敬語レベル2みたいな。その同じくくりの中なんだけど、
なんかその謙遜語まで行くみたいな感じじゃないっていうイメージです。まあのぴもね、その日本での社会での社会経験がそこまでないから、もしかしたらなんだろう、解釈間違ってる可能性全然あるけど、今の時点だとそういう感じかなって思います。はい。あれ何時に始めた今日？ What time did we start today? Wait, what time did we start today? え？ It's already 50 minutes? Shit. はい、じゃあちょっと次行きましょう。次行く。思ってたより時間経つの早っ。What? So fast! OK。じゃあ次行きましょう。次。はい、次ですね。次は、この、学生のみんなにサプライズでお絵かきの授業をしてきちゃいました。今を生きる学生さんへのメッセージですね。OBS 見て、確かに OBS 見るのが一番早いわ。これが英語になってるのが I surprised school children with a lots of Copic markers. I became an art teacher. This one needs a lot of work. これは、もう、英語のタイトル無視してもう最初からやりましょう。やりましょう。あ、ディープル。I need to look at DeepL instead of my screen. DeepL、OBS の画面見てやろうかな、もう自分の画面じゃなくて OBS の画面見てやろうかな。もう一回。学生のみんなにサプライズお絵かきの授業してきちゃいました。今を生きる学生さんへのメッセージ。で、I surprised school's children with lots of Copic markers. I became an art teacher. これはもうちょっと申し訳ないけど、なんか言いたいことはわかるけど間違ってますか、結構。なので添削でこんなにバタバタできるんだ。いや、なんなら配信してるからこそバタバタするんだよ。だって普通に添削してたら無言でもうそれだけにしか集中しないから。今は OBS と画面とでみんなのコメント読みながら考えてるから、いつもの5倍ぐらい考えてるから大変なんだよ。It's hard, okay? It's not easy! じゃあ行きましょう。じゃあ学生のみんなにサプライズでお絵かきの授業をしてきちゃいました。We ここもまた We ですね。夏目さんちお二人がいるので We surprised。 ここは生徒学生だけど、確かこの動画見た限り結構小学生とかじゃなかった？中学生まで行ってたかな？中学生行っても結構高校生はいなかったイメージなんだよね。結構みんな小学生ぐらいだった気がするので children でいいのかなと思うんですけど、こんなピWe surprised children but who になるの？ children ってもうどういう children になるかな。 Teacher, isn't Copic marker too specific? Yeah, we're gonna leave that out. I think we're gonna ignore the English version because it's kind of confusing. It doesn't really make sense. So we surprised この children 子供たちでいいんだけど、英語になると何の子供たちっていう風になっちゃうんだよね。だからそこをどう説明しようかなと思って。We surprised maybe we could do students. We surprised students, children. We surprised children. Maybe we'll do students. Students にちょっと学生にしようか。We surprised students. Or no, let's just take that all out. ちょっとやり直しょう。やり直しね。We gave or we taught children how to or we gave a drawing lesson. We surprised
何がいいかな。難しいな。思ってたより難しいな。どれがいいかな。書き出すか、とりあえず全部。We surprised children with or we taught children we taught students. Yeah, since it's about young kids, maybe students will not work. I'm just gonna write everything out, all the potential. どれがいいか、ちょっととりあえず全部書き出してみる。We taught students how to draw with a drawing lesson. か、we gave a drawing lesson to students to children. All these sound weird. And難しい. We surprised children with a drawing. We taught students how to draw. We gave 学生のみんなにサプライズ、今を生きる学生さんへのメッセージ。確かこの動画見たの結構前なんだよね。数ヶ月前に見たからちょっと内容ちゃんと覚えてないんだけど、覚えてる人教えて。確かこれさ、夏江さんち誰かに絵を描くの教えるのこれが初めてとか言ってなかったっけ？なんか直接みたいな。Kind of hard to find a version that sounds very natural, right? It's really hard for some reason. 確かこれが初めてって言ってなかった？だからそれ使ってもいいかなと思ったんだよな。もしその記憶が合ってたら We taught 言ってましたね。言ってたよね。言ってた気がする。それが合ってたら We taught our very first drawing lesson. でもいいけどね、タイトルちょっと意味を変えちゃって、これはね、なぜかこの内容がすごく翻訳しにくいので、バックアップです。First drawing lesson and これ and こうがいいのかな and surprised them with or gifted and surprised them with a gift. この内容言わなくていいや、動画的にね。How about inverted the title? I became an art teacher, surprising children with the art material. That might be good. Our first drawing lesson at school. That might be good too. So we are going back to this English. ここに一回戻ったらどうっていうコメント今いただいたんだけど、それもありだな。なんなら逆にこの先生になりましたみたいなところが書いてあるんだけど、英語のね、ここの翻訳に。だからそこを I became an art teacher. Surprising children with art material. こういうことだよね、多分言いたいことは。これが一番 Our first drawing lesson at school. So they weren't at school, so that's one thing. I don't know where this was. これってどこに行ってたんだっけ？こう学校じゃないよね。なんか放課後のクラブみたいなんだっけ？でそこ覚えてないんだよな。ちょっとそこ見とけばよかったな。配信前に。でも多分この2つだな、一番良さそうなのは。
これはちょっとなしにした方がいいかもしれないな。これをね、直訳っていうか、このオリジナルの日本語のタイトルをやろうとしたんだけど、どうしてもうまくいかないから、ちょっとなくして、By the way, I like how thumbnails always use arrows in Japan. That's true. Wait, do Western videos don't have arrows? あ、日本のサムネのね、作り方もね、違うっていうコメントを今いただきまして、確かにね、日本の YouTuber さんのサムネと、海外、英語圏かな？英語圏の人のサムネはね、やっぱちょっと違うよね。それもまた文化の違いだと思う。その、日本人はこういうやつの方が受けいい。で、海外の人は、そういうんじゃなくて違う感じの方が受けがいいから、スタイルが違うみたいなね。今の感じだと矢印が日本のサムネは多いらしい。じゃあ、どっちにしようかな。We taught our very first drawing lesson. I became an art teacher. あ、これの方が直接的でいいかもしれない。こっちにしよう。だから私は、art teacher って日本語でなんて言うの？日本語で art teacher って何？美術か。美術の先生みたいなか。美術の先生になりました。子供たちに画材をサプライズみたいな。って言い方になりますね。ってことは、I became an art teacher. Let's capitalize all this. I became an art teacher. Surprising children with materials じゃなくてここ supplies がいいかな。art supplies 美術評論っていうの読み方って美術これディープで家に入れても関係ないかも。読み方教えてくれないわ、ディープエル。あれ？ It's not Chinese! 日本語。あ、出てこない読み方。意味ない。Okay. I became an art teacher, surprising children with art supplies. これにしましょうか。じゃあこれで決定。I'm so glad you guys are here today. I wouldn't have been able to do this by myself. I would have been like stuck or just spitting stupid stuff. 共有か。共有初めて聞いた。共有って読むのこれ。ずっと評論とかだと思ってた。あ、共有なんだ。灯油みたいじゃん。へえ、変なの。なんか響きが変。Alright, next video. 次。あと数本で終わらそう。あと30分にしよう。よし。あと30分ね。このアーカイブが2時間もあっても、あれだから。じゃあ次。黒300色でお絵描きしてみたら、過去最高に闇が深いイラストになってしまいました。黒って300色あんねん。300色あんねん。あんねん。英語が Drawing something using every black pencil, marker, watercolor, etc. これ英語なんかあるな。英語まだ残ってたな、これ。300 I own か。これが切り取られてなかった。これ英語はこんな感じですね。Yeah, it didn't pick up the last word. I own. This is the original. これがオリジナルですね。なので、これね、Drawing is something using every black pencil, marker, watercolor, etc. I don't like how this is written. これ好きじゃない。この英訳。なんか違うわ。まあ、日本語にしますと、違うよ。英語だって。黒ペン、マーカー、水彩絵の具など、私が持っているあらゆるものを使って何かを描く。っていう、ちょっと違うよね。
大遅刻した。大丈夫ですよ。来てくれてありがとう。なんか好きじゃない。なんかこの動画をちゃんと説明できてないから好きじゃないです。なので変えましょう。なので、We drew with 300 shades of black とか。shades はこの300色ですね。って感じとかがいいのかな。そうやって言った方がいい気がする。And black. And the end results were この闇が深いがいいよね。この闇が深いをなんかどうにかやりたい。翻訳したいよね。闇が深い。いや、そうなんだよな。英語にするとこんな変な言い方になるんだよな。Very deep in the dark. 違うんだよ。こういう意味じゃないんだよ。Very deep in the dark は日本語にすると、いや、直訳してるんだけど、これが一番近いわ。この暗闇の奥底みたいな意味になっちゃうんだよね。違うじゃん。闇の深いとは違うじゃん。暗闇の奥底じゃないじゃん。なんか、闇の深いの方がかっこよくない？暗闇の奥底の方がかっこいい？嘘！Wouldn't darker than black work here? Darker than black? Do we want darker than black? No, because we're talking about different shades of black. It's not because, you know, there's like different types of black. So, and then they're saying that the end results became 闇が深い means like 闇が深いって何日本語で It's like giving ominous vibes or something. So I don't think darker than black would work. Unless I'm understanding your comment differently. そうだからアラティさんありがとうございます。五感がかっこよくて中二病が再発しそうです。そうなの？これ中二病なの？暗闇の奥底って。The end results were very dark. I don't know how to say this. Darker than black? Should we say like in quotation marks? So it does like the different meaning? We can do like we're dark or deep. Dark as hell? I mean, technically that could work. And the end results were dark as hell. 確かにそれいいかも。悪くないね、それ。闇が深いって言ったらそうなるよね。Deep dark かな。I like the idea to make it somehow chuny in English too, right? But I can't. The chuny, I feel like 中二病の文化ってあんまなくない？ I feel like what's like the equivalent of the 中二 culture in Western countries? Is there something? I don't really. Is it like the emo goth kind of thing? Like maybe the end results were deep, but I don't know if that would make it funny. Or like deep, dark. Edgy guys today and emo goths maybe. 子供っぽいとは違うしね。何がいいかな。What maybe let's look up synonyms for dark. じゃあ dark の類義語探します。pitch black, inky, dim, dingy, gloomy, dusky, tragic, ghastly, devastating. 違うな。
black, bleak. 違うな。evil, wicked. なんか違う。Isn't the overseas chuny weeaboos? weeaboos なの？ I thought that was just オタク。ナイトメア。それだと、なんだ。悪い夢になっちゃうから。難しいな。なんでこんなに難しいんだ？闇が深い。闇が深い。闇が深い。tragic。somber。オタク is kind of a normal guy。あ、そうなの？知らなかった。ちょっと待ってね。Oops。少々お待ちを。なんだこれ。Oh fuck. I'm okay. 今のどこ行っちゃった？まあいいや。OK。大丈夫。なんかさ、虫がいて、取ろうと思ったらキーボードの中に落ちちゃって、だからキーボードひっくり返してボンボンしてたんだけど、なんか出てこないからキーボードじゃないのかもしれない。違うとこに行ったのかもしれない。取ろうと思ったんだけど。すいません。すいません。ミュートしとけばよかった。darkness はこの文章には合わないんだよね、文法的に。なので、普通に dark ならいいんだよね。dark なら文法的に合うんだよ。I guess dark works. How does it sound? We drew with 300 shades of black and the end results were dark. これがいいかな？ Way too much dark? Way too much dark. I feel like I want to keep it short. Like 2 words at the most, 2-3 words max. I feel like 2 words. Dark でいい気がする。暗いから、暗い。これにしよう。Yeah, the end results were dark. なんか暗みたいなね。暗い。なんか気持ち的に暗いみたいな。闇が深いに近いんじゃない？かっこよいからあり。絶対それ、内容を理解してのかっこいいで言ってるちゃんと。こんちゃ、こんのピーン。OK、じゃあ次行きましょうか。次。Amazon の段ボールが邪魔すぎたから全部紙に戻してオリジナルスケッチブックにしちゃいました。I using only Amazon cardboard to make a sketchbook. Okay, this can use some work. これもまた、みんなにどういう意味、どういうニュアンスになってるのかを説明すると、これは文法間違ってますね。Amazon、cardboard to make a sketchbook。ちなみに文法、これ何が間違ってるか気がついた人いるかな？Amazon の段ボールだけを使ってスケッチブックを作った。なんで日本語にすると合ってるの？なるほど。そういうことか。そういうことか。日本語にすると合ってるんだ。この I made のとか I using じゃおかしいんだよ、ここ。I の後になんかなきゃダメなんだよ。だから using じゃおかしいわ。I made ですね。I made これ間違ってます。この I made a sketchbook out of Amazon
boxes で、ここはね、cardboard じゃなくて box でいいです。でカード、段ボールは確かに英語にすると cardboard box とか、cardboard box cardboard box かななんだけど、Amazon イコールまあ箱じゃないですか、あれ。だからカードボードってまで言わなくてもボックスで伝わると思う。で、Amazon の箱って言ったらあの箱しか多分全国にないと思うので、なんかね、プラスチックとかガラスの箱とか出し始めたらちょっと考え直した方がいいかもしれないけど、とりあえず今はね、あの段ボール箱しかやってないので、普通にboxes いいと思います。I made a sketchbook out of Amazon boxes。シンプル。でもこんな短いから、なんなら今回はこの日本語の邪魔すぎたからを入れてもいいのかなって。入れられるかな。入れられるかな。 Or we can say I recycled. Let's do recycled. Recycled is a good word. I recycled Amazon boxes into a sketchbook. でも邪魔すぎた。入れたいな。Let's do how to get rid of unused boxes マジで余計なこと入れてるもうこういうのね、後から入れてもいいんだけどね、多分ね。もっと短かったら入れてもよかったな。ちょっと長いから。これだとなんか、いらない箱の処分の仕方みたいな意味なんだけど、そういうのなんか後からもうちょっと短かったら入れてもいいんだよね。I recycled Amazon boxes into a sketchbook。他に思いつかないな。なんか、ちょっともう少し、spice it up。逆に邪魔すぎたから全部紙に戻してって手間がかかることやってるのが面白いのでは。あ、これ紙にしてんのか。これさ、段ボール箱の箱を紙にしてんのか。たら recycled で合ってるわ。recycled。でもこの邪魔すぎっていう言葉が入ってないんだよね。でも邪魔すぎって言葉をどこに入れようか。I recycled into a sketchbook。Don't throw it away. I recycled. I actually like that. I actually like that. Amazon box DIY とか。Don't throw it away. それ悪くないね。Don't throw it away. 捨てるなみたいな。But I don't like how it's before the most important thing, which is the recycling Amazon boxes part. 言語の違い難しいね。I recycled unused Amazon boxes. We could put unused, but I don't know if unused is like that, like a really big keyword that would make a difference. めんどくさいみたいな感じかな。そうね、でもなんかこうなんか変に長くならないように入れるのが難しいんだよね。長くなっちゃうんだよね。I recycled Amazon boxes into a sketchbook. Amazon. I mean, we could do like DIY crafts. Like some YouTube videos do that. If it's like a how-to thing, なんか何々をのやり方みたいなそういう系の動画だったら、最初のバーンっていう、まあ、この場合はここね、この1行を言った後になんかもう一個もう 2,3 個ぐらいキーワードになる言葉を後から入れるみたいな。だからもし夏目さんちの動画が
そういう系のチャンネル、そういう系の動画だったら入れてもいいんだけど、そういう系じゃないから今回は入れないです。Repurpose? That's a good word too, repurposed. I feel like recycled might be... I think I like recycled this time. Also, they'll probably get more search results. 多分ね、リサイクルの方がリパーパスよりも検索ヒットすると思う。そういうのね、考えるからね。多分 YouTuber の方とかは。よし、じゃあこれにしましょう。はい。じゃあ次。Alright, next one. 妻が適当に書いたゆるキャラ、絵師の夫がガチで擬人化してみたら、最高のキャラになってしまいました。さやじをキャラ擬人化。これなんか続きがあったんだっけな。あったっけ擬人化。妻が、擬人化対決。擬人化対決か。最後に書いてあったのが。That's a long title. It is a long title. 長いね、これね。これはもう、翻訳全部できないね。長いから。この元の英語悪くはないんだよ。ちょっといろいろと変えたいけど。英語のこれが My wife's doodle redrawn by a professional artist husband なのでこれね、この翻訳の仕方のなんか面白いところは、私の奥さんのゆるキャラを夫が書き直したみたいな言い方なんだけど、なんかその夫ってところが余分に聞こえちゃうんだよね、英語になると。Like, it sounds a bit weird. I feel like if you don't really need the word husband, if that's the case. だから、I love how self-explanatory Japanese titles are. That's true. 確かに日本のね、動画のタイトルは結構動画の内容を説明しがちだよね。で、なんか英語の動画の方がなんかクリックベイトだよね、詐欺。タイトル詐欺みたいなのが多いよね。でもなんかインパクトがある感じ。だからあんまり内容ちょっと薄め。Also, I think it's also because there's a 100 word count limit, but Japanese titles, they have longer limits, I think. なので、この元の英語のを使って、husband とかから始めてもいいかな。husband、絵師の夫か。二人とも、まあでも日本語のやつでいくと、we could do like English titles be like, oh my god, you will not believe what happened. 確かに英語のタイトルはなんかやばい大変なことが起きたみたいな終わりなんだよね。確かにI hate it when using Twitter. I know, right? That's why I'm so happy we got premium. That's like the only reason. Like, I did not want to pay money to Elon. So I was like, I'm never gonna give this man money. But I was like, not being able to write long tweets just because of that is dumb. So I was like, well, it's not my money. 釣りサムネについタイトル。そうね。YouTuber さんやるよね。まあ、どこの国関係なくやるけどね。でも、海外のその英語圏の YouTuber さんの方がやってるイメージは強いよね。妻が書いた、じゃあ、Professional Artist Husband. Does that sound right? Professional husband, Professional husband. プロ夫じゃなくて、プロフェッシ絵師って英語でもっと簡単な言い方ないかな。Painter。
professional painter. Do you say pro artist? Do people say that? In English? Pro artists? Artist pros? 言うかな？言わない気がするな。なんで pro って言わないんだろうな。professional artist か。ってしか言わない気がするな。短くしないよな、pro を。Oh, they do? And YouTube, people on YouTube say that? YouTube で言う？ pro artist 検索してみよう。artist。pro artist。あ、言う人いるね。あ、ほんとだ。いる。あ、言うわ。よし、じゃあそうしよう。Okay, let's do pro artist because that's shorter and it makes sense. pro artist にしましょう。pro artist husband redraws wife's doodle で、ここで最高のキャラになってしまいました。ここに最高のキャラ、ここそマスターピースみたいな言葉を入れてもいいよね。Something similar to like the word masterpiece, but I don't like the word masterpiece. あんまりね、のび masterpiece って言い方ちょっと好きじゃないんだよね。なんか使いすぎるとちょっと違う気がするから、神絵師 God 神絵師 God 全然それまでいいよね。ガチで擬人化って言葉ないんだよ。まあ、あるけど説明しづらい英語で。擬人化。あ、personification? But who says that? personification ってそんなに使われてるかな？あんまり使われてるようなイメージがないな。masterpiece じゃなくて、incredible is a good word. Let's see. あくびれちゃった何々が人になるのニュアンス。そうだね、擬人化。unbelievable, incredible, extraordinary, breathtaking, stunning. Unexpected, excellent, fabulous, fantastic. ラッティさん、あくび助かる。ありがとうございます。I mean, we could just say like amazing. I feel like that's an easy word to understand. Perfection. Chef's kiss. Oh, let's do. And it was. Oops. Chef's. Wait, why did it italicize it? I don't want it italicized. これがついててほしいの。And it was just chef's kiss. こうなると、絵師の夫が、妻の落書きを、書き直したら、シェフスキスは、シェフの人が、もう何かが最高の時。あれどこの国だろう？ Is it from like Italy or something? なんか、うわーってやるんだよ。手をさ、こう、指をなんか、指をこう全部くっつけて、で、うわーってこう、チュッてした時に手をパーって開けるんだけど、それが、Please add chef's kiss, chef emoji to it. それのことをもうperfect っていう意味なんだけど、それをよく言うんだよね。
And it was just chef's kiss イコール perfection 完璧みたいな表現っていうのもありかなっていう。ちょっと長くなっちゃうけどねなのでここが長ければ例えばここだけを and it was perfect とか amazing とかそういう言葉でもいいけど書いてもいいかな。just ここからかな。and it was perfect とか it was incredible とかそんななんかとりあえずそういう言葉なんでもいいと思います。フランス人っぽいような気がします。フランス人かな。じゃあ検索してみようか。なんか出てきそう。Chef's kiss. Where did it come from? Italy でしたよ。Italy. It's from Italy. イタリアでしたよ。イタリア。Oh, there's an apostrophe after chef's kiss. Okay, let's add that. ここはね、これがついてるそうです。はい。ってことですね。これにしましょう。はい。あといくつ？いっぱい。3つある。30分 ?10 時半か。学び。この2つすぐできるかな。できるんじゃないんで、ちょっとやってみようか。で、次。ちょっとサクサクいきましょう。Let's just finish these off. こんなピです、こんなピー、こんなピー。で、次。幸せ、日本一美しい画材屋さんでレア画材大量購入してがっつりお絵かきしちゃいました。Buy art supplies at the world's most beautiful art shop. That's not bad. 悪くないけど、ちょっとやっぱ直した方がいいですね。この英語もね。なので書いてみましょう。まあ普通に、we went to か、we went to でもいいけどね。we went to で、ここ一応日本語で日本一なんだけど、なんでここ世界一になったんだろう。じゃあ日本一にしましょうか、とりあえずね。どっちでもいいです。この Japan を World に戻してもらえばいいだけなので。We went to Japan's most beautiful art shop. We visited. I think I like that word better. Visited にしましょう。確かにそれの方がいいや。We visited Japan's most beautiful art shop. で、大量購入してがっつりお絵かきしちゃいました。ここじゃあ、幸せなとこにする？ We visited Japan's most beautiful art shop. What do people say when they when they buy too much stuff? And I don't know, splurged on art supplies. We're in heaven. 天国天国 Or we can do an artist's what's the other word? 楽園って何？英語で楽園ってなんだっけ？忘れちゃった。 Heaven でいいんだっけ？なんか違う言い方あるよね。 Paradise, that's it. An artist's paradise. どう？このサブタイトルこれよくないか？ An artist's paradise. This does make it long though. Maybe not and though. I feel like we could do something else. ここ変えてもいいけどな。何にしたらいいかな。We visited Japan's most beautiful art shop. It was, maybe? Was an artist's paradise. こんなピです。こんなピです。来てくれてありがとう。Let's see. こんなかな。A real artist's paradise. A real artist's paradise. Oh yeah, I think I like that. A real artist, a true artist.
an artist's paradise。なんとか S っていう表現は人間にだけ使えると聞いていたのですが、それはフォーマルな時だけでしょうか？人間だけ？フォーマル？フォーマルかわかんないけど全然使えるよ。全然いつでも。Japan's でしょ？で今回も Artists でしょ？で、まあ Artist は人間だけど Japan だったら全然。We visited Japan's most beautiful, the world's フォーマルとか関係ない気がする。Does it? そんな風に考えたことなかったな。考えたことなかったけど、そういう若干ルールがあるのかな？そういうの意識して考えたことなかったからあんまり関係ないんだと思います。複数形じゃないよ、これは。これはこの S の前に点がついてるでしょ？複数形だったらこの点がついてないけど、この点がついてるってことは何々のって意味だから、日本の今回は日本の一番美しいお店っていう意味だったりとか、これは Artist's Paradise だから、イラストレーターの絵師のパラダイスとか、ダッシュ S って省略とかじゃダッシュ S ダッシュこれこういうことかな。こんなピン初見です。あ、初見さんいらっしゃい。来てくれてありがとう。Most beautiful art shop in Japan の方がパッと出てくる。Art shop Most beautiful art shop in Japan。 なるほど。でも多分今回は夏目さん家が行ったっていう話だから、なんか普通にその画材屋さんの紹介だけだったらいいんだけど、夏目さん家が行ってる動画だから、We visited にしました。今回は私たちは行きましたっていう言い方から始めました。You can omit it sometimes, but yeah, I don't think it's formal, right? Yeah, I don't think I've ever heard of it that way. それダッシュっていうの日本語で。そうなの？アポストロフィーってダッシュっていうの日本語で。知らなかった。そうね、例えばなんか例えばノピーズとかだったら、これはノピのーズでもだいたいノピーズの省略なんだけど、今回はジャパンのだよね。Wait, I don't know grammar anymore. ノピのだから、これも日本のノードかな。もしかしたらパソコン用語かもしれない。そうなのかな、わかんない。ノピはやっぱ日本語で英語勉強してないから、ちょっとダッシュとかその読み方が、ノピが単に知らないだけかもしれない。ごめんね。これにしましょう。これでいいかなと思います。A Real Artist's Paradise。ここはね、ここは変えてもいいかもしれない。全然。変えてもあんまり意味は変わらないので。はい。よし。じゃあ次。芯が折れたら即終了。鉛筆を一度も削らずにどこまでイラスト描けるのか。英語が Can you finish a drawing without sharpening a pencil? 悪くないんだけど、なんかわかりにくいかもしれない。こういう企画を見たことない限りピンとこないかもしれない。だからちょっと書き換えましょう。なのでWhat I thought of earlier before stream、 配信前にね、何がいいかなーって考えてたのがNo sharpening allowed ってめっちゃなんか威圧的に始めてdrawing without
drawing very western style 確かになんかもう全部大文字にするっていうの結構ね英語圏YouTube 動画でよくあるよね drawing with どうしようかな how no sharpening allowed drawing with drawing この後からが難しいんだよね drawing without or drawing with this pencil 違うなdrawing with this pencil until it no sharpening allowed how long can we draw with this one pencil? I don't know. Does that sound good? I don't know. No sharpening allowed! drawing with a single pencil! それがいい、それがいい。それだ。それがいい。drawing から始めたいの、どうしてもそこ。そう、drawing with a single pencil. それがいいかも。drawing with a single pencil. No sharpening pencil challenge まあこれを入れなくていいけどどういうチャレンジやねんみたいな感じだけどまあこれは入れなくていいね drawing with a single pencil ここのsingle をsingleって感じですね強調するいいねDon't forget the hashtag そうね、もっとね、他の人だったら結構絵文字をね、めっちゃつけたりして、で、ハッシュタグつけて、びっくりマークもっとつけて、みたいな、こんな感じだよね。No sharpening allowed こんな感じです。はい。いいね。よし、じゃあ最後、これはもう簡単です。英語で、赤ちゃん、できましたとか赤ちゃん生まれますっていう時に言い方が大体2パターンです。一つは We're pregnant もう一つは We're having a baby はい、この2つのどっちかなので好きな方を選びましょうって感じですね。まあ、でこの一つ目は私たちが妊娠しましたみたいな。日本はこういう解釈の仕方あるかわかんないけど、アメリカとか海外では、子供ができる妊娠、女性の方が妊娠したら、男性も一緒に、一緒の共同作業みたいな感じじゃん。だから、実際に妊娠してるのは女性の方だけだけども、二人で一緒にしてることだから、we're って言い方になりますね。では二つ目は、これは結構もう、英語をある程度ね、知ってる方は多分わかると思うんだけど、赤ちゃんが生まれますみたいな言い方ですね。なので、どっちかですね、大体。でもこれ待って、夏目さんちこれもともと日本語のタイトル何だったんだ？こんなシンプルだったっけ？ちょっとこれだけ日本語っていうかもともとの日本語入れるの忘れてるの。夏目さんち第一子を授かりました。シンプルだね。じゃあこれでいいよ、全然。なんか、他に足すことないですね。じゃあこの2つって感じです。よし！全部10分できたー妊娠しましたと生まれましたで厳密に違い表現したりしますか？妊娠しましたと赤ちゃん授かりましたみたいな。そんなに意味は違わないけど、でもなんか we're pregnant の方がなんか今の時代に合ってる言い方かなと思う。女性だけの話じゃないみたいな。わかるかな？言いたいことなんか今の時代に合った表現の仕方かなと思うので、のぴは好きかなと思います。パチパチありがとう。PewDiePie did exactly we're having a baby. Wait, PewDiePie has a baby? When did that happen? I mean, I don't follow him at all, but そうなんだ。おめでたい。
時代で表現の仕方も変わるんだね。でもね、この we're pregnant って表現さ、昔からある？どうだろう？でもここ最近出てきたのかな？ちょっとわかんないな。Has the phrase we're pregnant been like a thing from a long time ago, or is it like a recent thing? I've never actually like paid attention. OBS がぐる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 。あららららら、聞こえますか？あ、戻ったかな？戻った !Are you guys back? 戻った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 。はい、聞こえますか？戻った？おかえり、あ、ただいま。ただいまただいま。オッケーオッケーオッケー。よかったよかった。まあなんか、なんだ、どこまで聞こえてた？どこまで聞こえてた？まあ、とりあえず、はい、終わりです。いやー、思ってたより難しかったな、でも。ちょっと、めっちゃ集中しないとあれだから大変だったな。でもまあ、これだけ翻訳って大変なんですよっていうのが皆さん伝わったかな。特にね、こういうちょっと、普通に直訳すればいいっていう状況だったらまだちょっと楽だったかもしんないけど、YouTube の動画っていうエンタメ性と直球か直球じゃないかと、あと短い、文字数の制限があるって考えたら、ちょっと難しかったですね。待って。This is like totally random. It's nothing related to the stream today. 待ってね。I think it's kind of recent, at least as an English learner, I get a few weird looks and jokes about male pregnancy in class. Oh, really? じゃあやっぱり we're pregnant は最近使われ始めてきた言い方なのかもしれない。すっごいさ、TMI? Maybe? Too much information かもしれないけど、のぴの、腕の、肘の内側、肘の反対側、その腕が曲がる側のところに、腕ってさ、細い産毛いっぱいあるじゃん。内側とかに。なんかもう、触っててわかんないぐらいのさ、透明な産毛とかいっぱいあるじゃん。これ何センチぐらいあるんだろう、この産毛。ちょっと物差しないかな？超絶長い産毛があるんだけど。こんなの長いの初めて。どんぐらい長いんだろう、これ。I have like... What's 産毛 in English? 産毛って何？英語で。Lanugo? Wait, that's how you say 産毛？It's like I think it's like wait, I have a ruler somewhere. あった。I have a measurement thingy. どんぐらいか測ろう。ちょっと待って、片手でやんなきゃだからむずい。ちょっと待って。ちょっと、透明すぎて最後の端っこがどこかわかんない。透明すぎてわかんない。だいたい 3.5 センチ。It's like 3.5 centimeters. Yeah, so it's like an inch and a half almost. 長っ！抜くのもったいない。てかこれ多分毛抜きでやんないと途中で切れちゃうぐらい細い。ちょっと後で毛抜きで抜こう。っていうどうでもいい話でした。面白い。今ね、分かったのは、なんか、デスクの横にね、リングライト置いてあるの、白いカラーのやつでね。それで腕上げた時に、なんか毛がふわふわしてんなーと思って、服の毛かなと思ったら、自分の腕からの毛だった。抜いちゃうのわかる。でもさ、こういう長いのってさ、なんかいい、It's like good luck でしょ？いいんで、ラッキーなんでしょ？なんか透明な毛もさ、運がいいって言わない？ Can you explain?
I just have a really long, tiny piece of like baby hair that's like an inch and a half growing from my arm. 名前なんだっけ？名前があるんだよね。そういう名前、ちゃんとした名前があるの、毛が。上に書いてある。誰か言ってた？読み落としてる？福毛、そう、福毛。福毛って呼ばれるの。そう、もうこれちょっともう気になっちゃうよ。っていう、なんでもない話で終わりましょう。はい。じゃあ今日はこれで終わります。いかがでしたでしょうか？これはね、のぴは配信終わったら夏目さん家に Excel で送ります。ぜひ使ってくださいって。10本だけだけど、夏目さん家の何百本の動画のうちの10本だけですが。これで、もしのぴが、仕事がなくなったら夏目さん家雇ってくれるかな。タイトル翻訳担当として。539本もあんのか、夏目さんち。すごいな。お疲れ様でした。ありがとうございます。10本が産毛の話に聞こえる。違うよ。この福毛は1本だけだよ。福毛は。はい。じゃあ、明日はですね、また龍が如くします。全然、一回もレベル上げできなかったわ、今週。うわー。ちょっと今夜と明日配信の前にできるかな？時間あるかな？ちょっとレベル上げしないとだな。勉強になりました。直訳だけじゃなくて意味のわかる翻訳助かるニュアンス違いやスラングを教えてくれるのもありがたいです。あ、よかったです。少しでもためになったらいいなと思います。シーナツに参戦。確かに。それから夏目さんちのね、会社に普通に裏方として雇ってもらうわ。産毛おめでとう。意味わかんない。はい。なので、遊びに、明日、龍が如く朝から、日本時間だと朝からですね、やるので遊びに来てください。で、来週のスケジュールも、明日ぐらいに投稿すると思うので、ぜひ、チェックしてくれると嬉しいです。来週はね、エニちゃんとのコラボがありますので、楽しみにしててください。I think that's all. かな？今日はそんな感じかな？じゃあちょっとレイドできる人いるから見て終わりましょうか。Let's see. レイドできるかな？いるかな？今ちょっと中途半端な時間なんだよね。どうしましょう。コラボみんなしてるんだ。ちょっとレイドしにくいな。しづらいな、レイドコラボはね。じゃあ、まだレイドしたことない方、レイドしよっか。what the heck? なんか変なとこに行っちゃった。なんだこれ。待ってね。はいはいはい。YouTube もプレミアム入ったんだ。ははは。事務所の金で。じゃあ、だからね、変なフィーチャーが増えて変なボタン押しちゃった。じゃあ、星影ラピスさん、レイドしましょう。一応ツイッターはね、相互フォローなんだけど、確か、一回も、話したことない。麻雀やってるので、視聴者参加型の、麻雀やってるらしいので、麻雀好きな方はぜひ遊びに行ってあげてください。Alright! Have a magical rest of your day and I'll see you guys tomorrow, okay? おつのびでした。待って、レイドできてないじゃんか。おつのびでした。バイガーイズ。